はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月9日の皆既日食から4月末までの流れをタロットでもう少し詳しく見てみたいと思います。前回4月5月6月の大まかな流れを解説した動画があるので、そちらでこれからの流れ分かった上で今はどうなのかっていうふうに見ると、今をとっても充実させて生きることができるので、今回の動画も参考にしていただけると嬉しいです。ではよろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。4月です。4月9日からです。お月さん、カップ8の逆、ペンタクス6、ペンタクス10の逆。これ前も確か4月の時に出てた気がしますね。3ヶ月の時の。そしてワンドページ、カップ5でペンタクスの9。気をつけることや対策は、ソードのページ逆とソードの10逆と、オラクルは太陽です。すごいいいですね。やっぱりね、この4月9日の日食っていうのは、蟹座の皆さんにとっては自分の社会っていうところがパッと開かれる時なので、それを今のそのご自身の現状の状態から考えると、ちょっと明るすぎるとか眩しすぎるってなったり、いやこれでいけるみたいなすごい期待に変わったりということで、自分の状態によってその運勢をね、とてもいいと感じたり悪いと感じたりしやすいんですが、客観的に見るととっても明るくて社会運があって、自分の好きなように生きていける環境をね、自分でコントロールできるよっていうタイミングになります。ですので、おそらくそういった環境的にどうとか、今いる自分の生きてる、環境もそうだし、お仕事の環境もそうだし、家族との関係を含めた環境もそうなんですけど、人付き合いとかそういったものが非常に照らされているっていうふうに捉えてもいいと思います。ただまだ今上座の皆さんってこれだけ強い運があると、それをちゃんと活かせるかなとか、今はいいけどこれからどうなるのかなみたいなちょっとした不安があるかもしれませんが、その不安って本当に現実になることは少ないっていうか、ご自身がちょっと恐れ多くてちょっと心配したりとか、どうしようかなって思ってるだけで、宇宙の流れとか運勢的には何一つ悪いことがないというか、全て必要があって今のこの運があるんだよっていう感じがしたんですね。なので自分がちょっと自分の気持ちをね隠していたいなとか、静かにしていたいなっていう時に、外側がすごく明るくて引っ張り出されたら嫌だなとかあるじゃないですか。なので外側の状況はいつでも患者の皆さんが準備ができたら、その世界は始まるよって言われてる感じがしました。そして少しずつですが感情も元気になってきたり、自分の未来を信じられるような心境になってきたりして、ちょっと本当に求めるものを求めていこうかなみたいな気持ちになってるかもしれません。ですでにもう今そのチャンスって届いてるんですけど、なんとなく自分の中の心の踏ん切りがつかなかったとか、何か家族の環境や仕事場の誰々さんとか、何かそういうちょっとした理由を見つけて、これがなんとかなってないとまだダメなんだみたいな思ってるかもしれないんですけど、やっぱりもうすでにそのエネルギーが来てるって感じがするので、自信を持って自分の好きなように過ごしてください。はい、そしてここからのこの流れですが、慎重にねやっぱりコツコツやっていくということで、真面目に自分ができることを一つずつこなしていくよっていう、すごく真面目なエネルギーが出ています。焦らずおごらず、しっかりと一歩ずつ進んでいくみたいな感じのカードなので、納得しながら、自分でも自分の歩みを納得しながらやっていけるんだろうなと思います。そして流れがなんとなくご自身が望んでいるのとちょっと違うっていう風に感じることもあるかもしれませんが、決してその流れ間違ってるわけじゃないので、安心しておいてください。たまたまね、今この4月っていうのは25日ぐらいまでは水星が逆行しているので、ちょっと考えがすいませんちょっと考えが行ったり来たりしやすかったり、迷いも出てきやすいんですが、そんなにそれはね大事に至らないっていう感じがします。そして例えばの話ですけども、ご自身がじゃあせっかく今ね社会が開かれてるんだったら、自分も思い切って仕事してみようかなとか、新しい仕事にチャレンジしてみようかなっていうことで、新しい世界を求めて動こうとした時に、
家族の反対やまるで家族が反対してるかのような気持ちになるっていうのはあるかもしれないですね。例えばですよ、今仕事で例え話をしてますが、仕事だけじゃなくて、婚活してみようかなとか、なんかそういう新しい世界に足を踏み入れてみようかなって思った時に、いやでもやっぱりそんなのは嫌だって誰か兄弟が言ってるとかですね、なんかそういうのもあったりするのかなって思ったんですが、あの誰かの価値観で世界が決まるわけではなく、ご自身が望んでいる未来というかね、ご自身が望んでいる環境に今世界は開かれているっていうふうに思っておいてくださいね。なかなかこのオラクルに対応出ないですからね。でそれを信じて進んでいけば、多少ちょっと違う道を行ったりとか、ちょっと遠回りしたなみたいなことがあったとしても、最終的にはやっぱり自分にとって納得のいく、自分が引き寄せたこれはチャンスだとか、思っても見なかった嬉しいこととか、そういうのがあるっていうふうに出てるんですね。これはとてもいいです。でちょっと気をつけることとして、あまり現状を疑いすぎないっていうことと、今までの自分の延長線上で何かが起こるというのではなく、ちょっとこう今までと違う空気感に足を伸ばすっていうのがあるみたいなので、それをするのはちょっと怖いんだろうなっていう感じはするんですね。でも勇気を持って一歩踏み出してみることによって、世界が開かれるよと、こう違う環境へのチャンスがあるよっていうふうに言われているので、そこはなんか、もし本当に行きたい環境や体験してみたいことがあるなら、この時期はとってもいいきっかけになるなと思います。4月20日以降もね、その環境の人たちとうまくいったりとか、隣の人とうまくいくみたいな感じもあるので、4月全体は決して人間関係悪くないんですよね。そんな感じです。この流れを、お仕事で言うならば、今やってらっしゃるお仕事とか環境ってこのままどれだけ続くのかなとか、もう今やってる仕事も好きなんだけどやめ際がわからないとか、なんかそういうある種贅沢な悩みみたいなものを感じて、どうしようかなって思ってるけど、でも一歩ずつ進んでいくしかないよねっていうことで、パツンと切るとかじゃないんですよね。少しずつつながりは続けたまま、ちょっと一応探してみようかなとかって違うところも見てみるっていう感じがします。そこでどちらかというと紹介とか、昔の知り合いの紹介だったり、取引先の紹介とかで何かがつながるっていう感じがあり、それが思いのほかいいというかね、嬉しい話だったりありがたい条件の話が来るっていう感じが出ています。お仕事でもそんな感じなんですよね。そして人間関係もなんとなく家のこととか家族のことで自分が諦めていたことや後延ばしにしていたこと、棚上げにしていたことにちょうど携わるにふさわしい環境なのかなって感じがします。あからさまに何か願っていたことがボーンと目の前に来るわけではないんですが、自分がそういった足かせとかちょっと後ろ髪引かれる思いっていうのを置いて、今自分の好きなことができるよっていう感じなので、また自分の思い癖でね、いやでもやっぱちょっと気になるなっていうのがあったとしても、やってみたら結構思いのほかいいなっていう感じが出ています。そんな感じですよ。なんか自分だけが美味しい思いをしてはいけないみたいなね、そういうちょっとなんでしょうね、この思いって。なんか人って自分が幸せになるためにものすごく頑張って日々ね、頑張ったりお仕事したりしてるはずなのに、自分へのご褒美が少ないっていうかね、家族や状況のために頑張るのであって、人のために頑張るのはいいけど自分のために頑張るのはなんとなく利己主義的なイメージがあるのか、あまりことを荒立ててはいけないとか、そんなに積極的になっちゃいけないみたいな思いがあるのかもしれないですけど、ただメッセージとしてはね、もうそんなこと気にしなくていいんだよみたいな、とにかく開かれた世界があって、ご自身が行きたい道があるならそれをぜひね求めてくださいって感じがしました。求める求めないも本当にその人次第、好きにしていいよなんですけど、世界は開かれてるよっていう感じがしました。はい。でちょっと最後にね、オラクルカードも見させてください。これかな、なんとなくはい。ジャーニーガイドというカードが出ましたよ。
このカードどうですか？このカードを見て何か感じることがあれば、それもご自身の直感で受け取れるメッセージだと思うので、よかったら感じてみてください。そしてどんなことを感じたのか、またね、コメントで教えていただけると嬉しいです。これとてもいいですよね。ジャーニーガイドってこれからね、いろんな世界に行くのにちゃんと見守ってくれてるガイドがいるよということで、移動したりこう状況の変化に対してすごいサポートがあるよというカードなので、なんかぴったりでしたね。よかったです。はい、ということで今回はここまでにしておきたいと思います。次回はまた4月末ぐらいに次の5月のね動画をアップしますので、楽しみにしててください。ということで、ぜひいい旅を経験してください。ありがとうございました。失礼します。